千秋楽にあたり謹んでご挨拶を申し上げます。本日千秋楽を迎えることができました。これもひとえに15日間、各も盛大にご来場いただきました満員の皆様のご支援、ご声援の賜物と厚く御礼申し上げます。横綱の休場は大変遺憾ではございますが、力士たちはこけら落としとなりましたこのIGアリーナで新たな歴史を刻む本場所にふさわしい熱気ある取り組みを展開、ご期待にお応えできたことと存じます。今年は財団法人設立100周年であります。我々協会員一同、東の幕下2枚目で今場所6勝1敗の好成績で来場所の新十両がほぼ見えてきています。兄弟関取がまた誕生しそうです。何組目になるんですかね。もうね、相当の数ですからね。そうですよねちょっとまたちゃんと数えていません。多くなりましたね。はい。特にね、今場所は幕内にもね、休場がありましたけど、秀ノ海と翔猿であったりね、それから当然若元春と若隆景もいますし、朝紅龍、獅司、制限時間いっぱいです。手を今日も出していきました朝紅龍、左が取れれば力を発揮しますが、出ていくのは獅司です。そのまま寄りました。寄り切り獅司が勝って7勝8敗、朝紅龍は6勝9敗となりました。獅司も、ウクライナの後輩の青錦が大活躍、大躍進ですので、相当刺激はあると思います。負けてはいられません。西の前頭17枚目いても仕方がありません。この右のね、やはりこういう右差しますよね、はい、これでもう起こされてるんですよね。朝紅龍としてはやはり刺されない方が良かったですよね。はい、ちょっとこのね、獅司の立ち合い独特なありますよね。宮城県、五条路以来のね、宮城県出身の幕内力士ですから、地元の期待は高いと思います。栗原市の出身。巡業だとね、地元あると前日帰れるんですよね。ああ、そういうことですよね。羨ましかったですね、それは。そうです。はい。さあ、時疾風は6勝8敗ですでに負け越しですが、なんとか最小限に負け越しの数をとどめておきたいところです。右が入りますと、やはり御嶽海です。一気の攻めでした。御嶽海勝って10勝目、2桁白星となりました。1テンポ置く、ワンテンポ置くうまさじゃないですかね。タッチペン、タッチペンいきましょうか。ベテランらしい、最後見せてくれましたね。だから時疾風が当たった瞬間もう起きてますもんね。そうなんですよ。でこれだけ大きい、マリみたいな、感じだから当たると、両力士いい相撲でしたね。隆の勝もね、さすがに三役経験者でしたね。草野を破った一番なんかね、あれはね、印象的ですね。電車道ですよね。堂和で起こしてまでありましたが、9対9、五分です。両ついて。左四つ、右も巻き替えようという正代のここまでは流れです。逆襲でした。押し出しました。隆の勝が勝って9勝目です。正代も9勝6敗で終わりました。正代ね、刺したんですけどね、隆の勝が落ち着いてね、そうですね、このままどうするのかなと思ったらね、こうなると正代強いですからね、今場所特にね、動いてるんで。ですけども、うまく振りほどいて、間合いを空けてね、右が出せるような体勢というか、その感覚を取って相撲を取るという。昨日のこの番組でも、若手3勝相当の人数上がりましたし、今日後ほどまたご紹介しますが、かなり大勢の力士が3勝を獲得しています。私自身言ったことはあんま覚えてないですね。人数が多すぎてね、覚えきれなかった。前回しを取っての相撲です。過去3回はすべて熱海富士が勝ちました。式守金太夫が合わせます。
左から引っ張り込みに行きます。熱海富士前回し、形は美ノ海が作りましたが胸が合ってきました。うまく回しを与えていません。右を少し深くして上手を与えないように美ノ海が取っています。もうそれでも強引に下手を取りました。出ました。寄り切り、熱海富士11勝目。さすがに大きさに負けました。落差をいきましょうか。はい、それでは勝さんの今日こうやってちょっとがぶり寄りながら動いてるじゃないですか。はい、で前に出ようとする気持ちがあるので、それが美ノ海に圧力となって顎を上げるっていう風な形になってしまってると思うんですよね。なるほどね。回しの取り方、回しだと前に出るときはいいんですけど、今3人今場所はいましたが、草野と藤ノ川は活躍中。草野は優勝争いが残っています。こちら琴恵峰、ただ一人その中では負け越しましたが、連日この拍手をもらいます。4回手術してるとは4回ですからね。4回なんですよね。今内視鏡というね、手術方法はあるにしても腰の手術4回は大変ですよね。さあ時間です。かなり早いテンポで制限時間いっぱいが来ます。もろ手突きから離れて取ろうとしている千代翔馬ですが、ここで上手を取りました。しかし腰を寄せながら攻めていきます。琴勝峰、膝を使って攻めて投げの打ち合いは琴勝峰が勝ちました。ですからもの一からですよね。でしょうね。先に千代翔馬落ちましたね。大丈夫かな。はい、勝ったのは琴恵峰です。じゃあタッチペンいきましょうか。はい。選ばれています。玉鷲が殊勲賞、40歳8ヶ月でまた数々記録を打ち立てました。そして大野里に勝った相撲も評価されました。さて土俵は藤ノ川、兄弟関取という話をしましたが、この藤ノ川も弟が怒り方、幕下の54枚目で今場所5勝2敗とまた少しずつ上がってきています。その下の弟も高校で相撲を取っていますから、また入ってきそうです。一山本も活躍したこの場所でしたが、終盤ちょっと上位の力士との対戦が組まれてしまいました。9勝5敗。もろ手突きで受けました一山本。藤ノ川は勝てば敢闘賞。勝ちました。叩き込みました。藤ノ川10勝目。2桁勝って敢闘賞受賞が決まりました。拍手いきましょうか。はい。押し相撲の藤ノ川ですね。身長もあんまりね、3勝獲得ですか。3勝、敢闘賞が決まりました。ね、ちょっと不戦勝が1個あったんでね。本当はもうそういえばそうですね。上げてもいいと思うんですけどね。こうね、嫌ですよね。一山本も。もうどこ行くのってこれだんだん最初はいいんですよ。怖くなってくるから腰引いていっちゃうんですよ。なるほど、手だけになってるんですね。やっぱりこう力が一番入る部分ですもんね。指くっつけて2日後出ましたけどね。いや引かなきゃよかったです。すいません。ざわっときますね。申し訳ないです。さあ3勝11敗同士、嘉陽と明生。嘉陽が昨日今場所初めて攻める相撲を見せました。今日も引いて叩いて、この繰り返しです。攻められたら回り込みます。今日は攻めていきました。押し倒しました。嘉陽が勝ちました。明生の足も腰も相当悪いようです。力入らないでしょうね。嘉陽は引いてくれて分かってるんで。勝ちました。幕内2場所目の嘉陽ですが、4勝11敗で今場所終わって、来場所また十両から出直しとなります。明生も3勝12敗で終わりました。ちょっと頭と頭で当たって、こちらは中学を卒業して大野里よりも7年早くこの角界に入りました。狼雅は
鳥取城北高校に相撲留学して、そこから学会に入ってきています。外国人力士のルートはそんな、高校から入ってくるという、これがかなり増えてきました。一気の攻めで寄り倒しました。平戸海勝ち越しです。狼雅、これはもう立ち合いから受けてしまいました。立ち合いのスピードが全然違うんですよね。そうでしたね。スローで見たら分かりやすいと思います。一歩も出てないですよね、狼雅はね。勝ち越し。平戸海はもう、ね、スタートしたらもう狼雅より2歩ぐらい取ったんでしょう。早いですね。当たる角度もいいですし。確かにね。こうなってね、土俵際突き落としてますけど、ここまでスピード速いと効かないですよね。この速さですね。狼雅もね、やっぱスピードをねつけて。最後の相撲となります。佐田の海と金峰山。早いですね、今日ね、やはり早めに進行しておかないと、決定戦の場合に時間がかかる可能性があるというそれもあります。4勝10敗佐田の海と3勝11敗金峰山も今場所は苦しみました。三役を目指した西の前頭3枚目という番付でしたが、勢いが見られませんでした。もろ手突き、ここ佐田の海しのげませんでした。2人とも4勝11敗で終わりました。いい突っ張りじゃないですか。この突っ張りがあるんですが、なかなか今場所は見られませんでした。昨日の厳しく私言ったらね、苦言みたいに出てましたんでね。そうですか。あんまり苦言言うのも嫌なんですよ。いや言ってください。この握りの白星です。ね、この手足の長い大砲かいくぐるの難しいですよね。大変ですよね。あけ物の突っ張りみたいですね。学生選手権では4年生の時に大野里に勝って、今の大野里に勝って学生横綱に輝いているこの大野勝です。やっぱり実力つけて階段上がってきた方がいいと思います。そうですか。英乃海、好成績残せませんでした。来場所また十両に下がりそうです。制限時間いっぱいとなりました。式守神太夫が合わせます。前回しから大野勝、しかし浅いもろ差しで英乃海。大野勝をつけながら前回しを探ります。取りました。回り込んだ。この辺りは英乃海の良さです。足が出てしまいました。勝った英乃海2勝目。大野勝はもう一つ攻めるところがちょっと残念でした。はい、どうぞ。じゃあ大野勝のね、これ当たって右手だけで当たって刺されないようにしてるんでしょうけども、突っ張りもあまり腰を引いたままで、腰を引いてますね。ずっと引いてるので、ちょっとどこか悪いのか怪我してるのかなってちょっと思ったんですけど、ここでも前に攻めて追っつけてるように見えてるんですけど、腰をずっと引いてるんですよね。なので結局引いても自分が腰引いてるからもっと自分が下がっちゃうんですよ。もう幕内も後半戦になって徐々に土俵上の力士への声援も大きくなってきています。相撲も速いですけど、翠富士も速いですよね。もうね、どんどん相手に合わせることをせず先に仕切っています。小兵ほど気強いですからね。本来はね、2人合わせなければならないところですが、阿炎の方はゆったりと仕切ってきました。制限時間いっぱいです。神太夫が合わせます。そして突っかけてしまいました。制限時間いっぱいからの待ったとなりました。幕内で今日初めてです。こうなると阿炎がバッと出てくるかもしれないですね。そうですか。変わっていった。失敗でした。これは大失敗でした。大体こうパターンで。なるほど。動きと焦りとかいろんなの見てなんでわかるんですかって言われるんですけど、大体ね、その動きでね。
ちょっと変化気味にいったんですね。見透かされました。なんか最初はわざとやってたかもしれないですね。ああやって立ってね。突っかけたのが、はまともに行くぞと見せて、動いたのかもしれませんが、い。藤井さん取る前に言った手術じゃ、反対の方。一気に三役は非常に難しい状況ですが、前頭4枚目から来場所はもういよいよ三役が目の前という番付になりそうです。この2人は初めての対戦です。足取ったら伯桜鵬でしょうね。やっぱり王鵬としてはやっぱ切りたいですよね。いい当たりでしたが、これを弾きました王鵬。王鵬もしつこく中に入ろうとしますが、王鵬の相撲でした。落ち着いていい突っ張りでしたね。この突っ張りがあれば、もう少し勝ってもいい本当ですねと思うような相撲でしたが、7勝目。当たり方でしたね。当たってるんですけどね。弾かれました。ちょっとこの当たり方と突っ張り方はお父さんに似てますね。王鵬ね。そうですか。琴勝峰戦です。ご覧の皆さんもドキドキしながら待ち遠しいところだと思います。今日スタジオもね、ちょっと緊張してますよね。そうですか。なんかどうなるって言われるんだけど分かんないですよね。分からないです。分かんない。だから面白いんです。豪ノ山の踏み込み、止められない。豪ノ山が勝ちました。9勝目。受けちゃってますよね、若元春がね。受けましたね。胸を出しました。受けながらそのこと豪ノ山はね突っ張りやすいですよね。やっぱ若元春はね、こう左差すか、回し取らないと力出ないんですよね。回し取ると重く感じると思うんですよ。相手は2倍ぐらい。回し取らないと軽く感じるんですよね。だからああいうふうに持っていけるんですよね。そういう点では思うけども、逆にね、琴勝峰がこうどう出るかでね、どういう相撲を取るかで変わってきますよね。さあどんな展開になりますかね。いやだってね、ここやっぱり琴勝峰は前に出ていく当たり相撲がいいですよね。ただ青錦の脇を締めて状態低いのをどうやって崩すか、昨日が草野がやりましたよね。で、琴勝峰なりの崩し方、やはりもう右から入って相手を起こしていくのか、その前に青錦が前かがみで毎日なんか取ったらね、そうするとちょっと苦しい体勢になりますんでね、早く起こしたいですよね、琴勝峰も。今年の3月に一度だけ2人対戦があります。右から上手出し投げで青錦が勝ちました。琴勝峰の突っ張りに青錦が上体を上げず、右で上手を取って出し投げを決めました。制限時間いっぱい。いよいよ IG アリーナのこけら落とし、その最初の優勝者が誰かという優勝争いの大きな一番を迎えました。琴勝峰が勝てば初優勝が決まります。青錦が勝てば優勝決定戦、2人になるのか3人になるのか、いずれにしても青錦は勝たなければ優勝はありません。勝ったのは琴勝峰、初優勝が決まりました。青錦も低くいきましたが、琴勝峰、こういう大一番ほどは引けないということもありますが、琴勝峰勝ちました。13勝2敗、初優勝。
良かったですね、当たりもね、あと2回のこうガブリがこう良かったですね、昨日ね、青錦、状態上げられてるんで、で余計に腰引いてしまったんでね、最後、ちょっとアクションやりましょうか、次、草野の相撲があるんでね、踏み込みもよく、結局は青錦に前に攻めさせませんでした。押されたく当たる2回ガブル、1、2、これで腰がね、ちょっと押されるの嫌だなって思うから。ちょっと踏ん張るのが前かがみになってました。ここがやっぱりまだ青錦の経験不足なんですよね。そういうことですね。昨日今日連敗となって青錦。昨日の相撲がなかったらこうの相撲なかったと思うんですよ。そうですか。こういう相撲って面白いんですよ。やはりこの15日間のねつながりが。そうですか。ふーというね勝った瞬間にも一つ大きく息を吐きましたが、琴勝峰初優勝が決まりました。昨日からおそらくよりもいろいろ考えたところはあったと思いますが、青錦は残念という背中です。でも経験ですよ。そうですよね。まだね若いし、どうやって草野がね当たっていって止めるのか、それともこうかわしながらとか、そういうこともできる力士なんで、見てる方が面白いですよね。高安が今場所は青錦やそれから終盤一山本、熱海富士という優勝を争っている力士たちを次々に壁となって立ちはだかったような相撲がありました。番付負けて、三役にとどまってるっていうのはもう本人が一番悔しいと思うんですよ。なるほど。なので今場所絶対勝ったやろっていう気持ちが非常に強いと思いますよね。先場所東の小結で6勝9敗、珍しいことに西の小結にとどまりました。さあこの大関経験のある実力者の高安に対して草野がどんな相撲を取るか見せてくれるのか。立ち上げて高安、今日は突っ張っていきます。中に入れさせない、回しは与えないという相撲で高安でした。今日は突き切りました。うまいですね、高安。考えてますね。いい突っ張り、立ち合いの前に草野が両手をついた、立つ前からもう手ついてるじゃないですか。相当長い時間。その時に一瞬抜いた時に顔がぐわっとこう歯食いしばってるんですよ。ああいうことやるってことは高安の立ち合いが強いって分かってるから、もうそれが出たのが良かったですね。でもね、当たっていって、いい当たりだったんですけど、やっぱね高安うまいですよね。当たってからうまくこう突っ張りを下からかわしてるんですけど、回転が速いんですよね。今日は回転が速いから、こうどういうふうにこうねかわしていくかちょっと分からなかったですよね。昨日みたいに前傾姿勢でこういってるといいんですけど、こう高安の当たりが強いから、それに負けないようにって草野が当たる前からこうやって歯食いしばってるんですよね。いやしかし立ち合いのかち上げで草野がもう一瞬起きてしまいましたし、連日、初土俵からの連続出場記録はもう玉鷲が歴代1位ですから、その記録はずっと更新し続けています。私の中ではね、もう鉄人さん青葉城さんだったんですよね。鉄人青葉城でしたね。その記録を上回りました。青葉城さんの体もなかなか肉が落ちなかったですもんね。長くやるのはね、海王も丈夫そうですよね。同期の海王ね、そうですね。さあ時間です。玉鷲殊勲賞にまた千秋楽花を添えることができるかどうか。いい頭での当たり、いなしました欧勝馬。この強烈な右の上手を取りました玉鷲。今日も回しを取っています。力ずくで持っていこうという玉鷲、逃がさない。寄り切りました。これはもう敢闘賞も上げていいぐらいです。
勲章玉鷲11勝4敗、千秋楽も力を尽くしました。肩で息をしています。回し取って出れないじゃないですか、はいはい、やっぱ欧勝馬腰重たいんですよ。ああ、そうなんですか。あの体勢になったら、まあね、玉鷲は押し相撲だから、はい、回し取って出にくいかもしれないですけど、あの形はまあ十分じゃないですか。両方が強いですね。でもあれだけいい体勢で出る、これ当たるのも相手を見ながら、あまり出ていくと、引きがあるんで、そう、はたきを警戒してます、ね、どうしてもこの警戒しているので、はい、こういう回し取る相撲になったんじゃないですか。なるほど。でここで多分本当は出れると思いますよ、玉鷲。あんまり出方はうまくないですよ。そうですね。それはだってね、突き押し相撲だから当然ですけど、でもこれ多分ね、豊昇馬は腰重たいと思うんですよ。だからああやってこうやって引いたり大変なんだね。怪我だけは気をつけてほしいですね。非常に長い仕切りを、いよいよ終えて、もっと早めに両者が気合が乗ってきて呼吸が合えば立ってもいいわけですが、時間いっぱいまで来ました。このところ制限時間いっぱいになる前に立つ相撲はもうまず見られなくなってしまいました。低いあたりからいなして攻め切りました。二方勝ちました。若隆景10勝5敗で終えて、さあこれで来場所は大関昇進をかける場所となりそうです。今怪我してるんですかね。ちょっと今のはね、あまりにも今のその力入ってないですね。あ、そうでしたね。はい、悪いんですよね。終盤に来て、ひょっとしたら草野の外掛けあたりで、どこか痛めた可能性もありますが、なんとも言えません。相撲も良かったですよね。当たってね、これいなし方がね、横につくっていうね。真面目でこうまっすぐいくからね。横綱大関クラスになると稽古場でも負けて自分が終わるわけにはいかないというところもありますしね、大変だと思います。続けざまに相手は来ますし、かつてでも北の富士さんから聞いた話ですが、佐田の山さんあたりは向こう側に大関5人ぐらい回して、もう40番ぐらい50番ぐらい続けざまにね、取っていたっていうから大変な稽古だったんだなと思います。やっぱり四つ相撲を取れる人はそれがいいんですよ。頭つけるっていうのはやっぱり苦しいので、そうですか。だからもういいなって思って見てました。この2人も体大きくてですね。本当ですね。でもこのね無差別級のね、この醍醐味というかね、階級性がないのがこの相撲ですからね。そうですよね。大の里はもう一つやはり、攻めきれないとなった時に引いてしまう、叩いてしまうという、これも今場所目についてしまいました。これも長い目で見ながら、まだまだ大の里横綱になったばかりですから、大横綱と呼ばれる時までじっくりと大の里の相撲を見ていきたい気持ちです。もう横綱になったらこんなに言われるんだなと思ってます。でしょうね。今までとは全く違うんでしょうね。全く違います。さあ琴櫻、琴櫻もまた巡業からおそらくやり直さなければなりません。この七夕、横綱優勝と書いてますもんね、琴櫻。IG アリーナ今場所の最後の相撲です。まわしが取れれば琴櫻ですが、そのまま体で出ていきました。大の里寄り切りの勝ち。新横綱の場所は11勝4敗で終わりました。琴櫻8勝7敗。拍手いきましょうか、最後ね。では今場所最後のアクション解説いきましょう。今も大野里はそんなに当たってないんですよ。ただ琴櫻がやっぱね、こう的が大きいので、本当だったら踏み込んで当たってこう寄せていくじゃないですか。
でこうねもろ手突きでこう相手を起こしてとかやるんですけども、やっぱりあんまり調子が良くないのがただ当たってるだけなんですよね。で左取ったんでもうすかさずね前に出てくるんだから琴櫻もね上手出しだけでもなんか打ってこうね崩せばいいんですけど、それさえも動きがない、なのでただ当たっていっただけで前へ腰を落としてこれで横綱が勝っているんでね、そういう点ではちょっともっと当たってほしいなともありますし、琴櫻もやはり上手を取ったらもっと早く動くっていうね、ちょっと体感瞬発系のものを鍛えてほしいなっていうふうに思いました。そういう意味では少々物足りない、星の上でもそうですが、物足りない千秋楽結びの一番だったかもしれませんが、確かに見ていますと、上手だけを狙っている琴ノ若ですが回り込むこともできませんでした。最後首振ってる本人もね、そうですね、この巡業で鍛えてもらいたいですね。怪我してるんであれば治す、しっかりと。左の膝はよくはないんでしょうが、そういうことは言っていられないと思いますので、短冊に書いてあるじゃないですかね。もうね、場所前は横綱、そして、優勝というこの2文字ずつ書いてあるんです。これ忘れないようにね。さあ今土俵上は弓取り式が行われています。今場所は最初は立浪部屋豊昇龍の部屋の天空海が弓取り式を行っていましたが、序盤その豊昇龍の休場で二所ノ関部屋の花の海が途中から弓取り式を務めました。15日間の大相撲すべて取り組みが終わりました。この後表彰式ですが、 Get your sports ABEMA。今日も解説は66代横綱若乃花3代目若乃花の花田勝さんにお願いしてきました。優勝決定戦はありませんでした。琴勝峰が、落ち着いてましたかね。落ち着いてましたね。いい相撲でしたね。ガブリオリ2回のね。起こして、最後はこういなすような相撲でしたね。それでも見事にね、いや初めてですからもう少し緊張感があっていいかなと思いました。昨日も勝つって言ってましたね。その通りでした。赤津さんのね優勝はちょっと外れましたけどね。こう上から来ましたね。仕方がないところですね、ここは。さあそれでは千秋楽今日の取り組み結果を。2桁白星となりました隆の勝9勝目、熱海富士が11勝目を挙げました。3勝には届きませんでした。琴栄鵬上手投げの勝ちです。藤ノ川が勝って新入幕で10勝5敗、敢闘賞受賞が決まりました。嘉陽4勝目、平戸海千秋楽に勝ち越し、狼雅は負け越しです。金峰山4勝目、英乃海2勝目を挙げました。阿炎が押し出しの勝ち9勝目、王鵬突き出しで勝ちました。豪ノ山突き出しです。そして大一番、琴勝峰が突き落としの決まり手で、青錦を破って初優勝が決まりました。13勝2敗。その後草野にも優勝の可能性はありましたが、琴勝峰の優勝で、優勝の可能性草野にはなくなりました。高安が草野を破って10勝目、草野も、3勝受賞しています。青錦、琴勝峰ももちろん優勝しています。玉鷲が寄り切りで勝って、殊勲賞受賞に結びのこの千秋楽で、花を添えました。若隆景大事な一番10勝目を挙げて来場所大関昇進に向けての場所になりそうです。大の里千秋楽の結び寄り切りの勝ちで11勝4敗、新横綱の最初の場所でした。さあそれでは、花田勝さんのベストバウト今日の一番どうでしょうか。もう青錦琴勝峰ですね、この一番ですね。決まった一番、ではまずご覧いただきましょう。ついてましたね。当たりのね、この大きな体を生かしてね、昨日も落ち着いて相撲取ってますからね。これを自信ついたんじゃないですか。じゃあこれはアクションいきましょうかね。すみません、うちの赤さんも体冷えちゃってるんじゃないですかね。当たっていって、当たっていきますよね。当たっていく、この当たっていくことによってね、琴勝峰が2回こうガブったようなこういう動きをしましたけど、これによって逆に青錦が脇を締めて頭は引いてるんですけど、でも大きいものにこうやって寄られると、小さいものはですね焦ってしまうんですよね。で焦ってしまうのでちょっとやっぱ腰引くんですよ。
出てこられないように、そこをうまく琴勝峰が引いてこう手をついてしまった、引き落としっていう、やっぱり琴勝峰がそれを圧力かけていけばいいんだぞというのが分かっていたので、この2回ですよね、ポイント。これで腰を引かせて引いたっていう自信を持ったいい相撲です。来場所もこの自信を持って前に出れば怪我をしなくなるので、そういう相撲を取ってもらいたいですね。はいまあ、確かに琴勝峰もかつては前頭の上位でね、大活躍をした場所がありましたので、勝って優勝しても不思議ではないんですが、2回確かにガブって起こしておいての左から突き落としで初優勝が決まりました。見事な優勝でした。